はいどうもってねんです。本日なんですけども、油が飲みたいということで、一人卓上とり天パーティーで、これまで天ぷら自体はもう何度も取り上げてきたものですけど、なんだかんだとり天は今回が初めてじゃないかなと思いますので、本日もどうぞお楽しみに。というわけで早速、本日も作っていきましょう。さあでは作っていきましょうか。今回とり天ということで、まずちょっと小話をさせてください。今回とり天を作るにあたっていろいろとね調べてたんですけど、これまで僕が作ってきたとり天ってとり天じゃなかったんだなっていうことに気がつきました。無知というのは恐ろしいですね。これまで僕が作ってきた手順としては、鶏肉を買ってくる、一口大にカットする、天ぷら粉につけて揚げる、大体こんな感じのプロセスなので、まず鶏肉自体に下味はつけてません。塩コショウすら打ちません。で粉も天ぷら粉。ただ本場大分のとり天はがっつり下味、しかも塩コショウとかっていうよりかは結構唐揚げぐらいお醤油とかニンニクとかそういったものを使ってがっつりとした味で、お粉も調べてみたら普通の天ぷら粉って小麦粉、お水、卵で作るんですけど、とり天の場合お水を使わずに小麦粉と卵のみみたいです。だからよりもったりとしてこうドロッとしたようなお粉、もちろんお店によっても違いはあると思いますけど、とり天で有名なお店10店舗ぐらいちょっといろいろと拝見してみたんですけど、大体こんな感じでした。だから僕が今まで作ってきたのはとり天ではなく、ただの鶏の天ぷらだったんですね。以上、谷崎のちょっとした小話でした。で、本日の流れといたしましては、とり天をいただく際にくぐらす天つゆだったりとか、そういったものを仕込んで、で、鶏を仕込んで、で、またせっかくなので普通の天ぷらも食べたいなということで、お野菜も準備して、キッチンでの作業はここまでになります。あとは実食部屋で揚げながら熱々をいただきましょう。では本日もレッツゴー。で、本日のとり天のいただき方なんですけど、3つほど考えております。1つ目、ザ定番からし醤油、かぼすを絞って。で、2つ目、天つゆ。で、3つ目、これがいろいろと調べてる中で、これ面白いなと思ったのが、とり天結構がっつりと下味をつけるってさっき申し上げましたけど、結構しっかりめに下味をつけて、で揚げて、このすだちを絞るっていう食べ方、すっごい美味しそうと思って。なので3つ目はすだち。じゃあからし醤油とこのすだちを特にすることはもうないので、ちゃちゃっと天つゆ作り。じゃあ一晩お水に浸しておいた昆布で火にかけて、もうお出汁というはいつもと同じですね。鍋底に気泡ができたら火加減を落として、このまま70度キープで1時間。今回のお出汁はもうすごく素直に昆布とカツオの合わせ出汁です。っていうわけで1時間経過。あとはこちらを一度沸かして、最後のこのぬめりを作ってあげれば、これで昆布だし完成。あとはここに鰹節。1分経ったらこちらをこせば、はい、合わせだし完成。じゃあこちらのおだしの重量5に対して薄口1でみりんも1。じゃあ今一度こちらを、軽く沸かしまして、これはあれですね、今の3つが全体的にまとまるようにっていうのと、あとみりんのアルコールを今飛ばしてます。あとはここに追いがつをわっさー。あとはこのまま一晩休ませて、明日こちらをギューッと絞れば天つゆの完成で、こちら比率的にはちょっと濃いめに作ってあります。おそらく一番ベストなのはだし対薄口醤油対みりんが6対1対1くらいです。ただ今回多分大根おろしなんかも加えるかなと思ったので、少しだけ濃いめに作ってあります。もししょっぱいなってことであればちょっとお水で薄めてください。で今の追いかつお、よくめんつゆの CM なんかでも聞く言葉だと思うんですけど、でも今回みたいなおつゆを作る時だけじゃなくて、こういったお出汁を使った煮物なんかの最終仕上げとしても使える和食の料理技法だったりもしますので、知っておくと結構便利ですよ。ただここに鰹節をバッとやっちゃうと、もうこの中が鰹節だらけになっちゃうので、例えばこういったお茶パックなんかを使ってもらってもいいでしょうし、一番簡単なのはここにキッチンペーパーで鰹節でこれを挟み込んで、あとは上から煮汁をかけてあげるだけ。あとはこれを取り外せば、これで追いがつを成功。ペーパー使っちゃったらちょっとペーパーの香りが入っちゃいますけどね、多分これが一番楽な方法だと思います。はい、次なんですけど、やっぱりこちらのからし酢醤油
こちら先にちょっと作っちゃいたいと思います。ちょっと手を加えたい。じゃあ全部半分にカットしてで絞ってでここに醤油。今回重量比で言うとかぼすが2、醤油が3になってます。あとはここに気持ち程度のお酢、あとはここにだし昆布っぽいでもってついでに絞った皮も何個か。あとはこちらもこのまんま一晩。おはようございますと言いつつ、実は3日ほど経過しておりまして、こちらの天つゆは全然変わってないんですけど、こちらのかぼす醤油ちょっとこちら作り直しました。比率なんかは全くもって一緒なんですけど、この中に入れてたかぼすの皮、あれを入れるという作業だけ省いてます。なんか出来上がったものを舐めてみたら、かぼすの皮からにじみ出たなんか苦味みたいなものを感じまして、ちょっと僕の好みではないなということで、その作業を省いてます。じゃあそれぞれこして以上、これにて天つゆとかぼす醤油完成。では続きまして、今回鶏肉を漬け込んでいく漬け込み液、こちらから合わせていこうと思います。で僕はボードの方に本場の鶏天って下味に漬け込むんだねって申し上げたと思うんですけど、この下味のオーソドックスな醤油ベースと塩ベース、なんかこの2つに大別されるみたいです。それプラスのニンニクを使うか使わないかとか、100店舗のお店があったら100通りのレシピがあると思うんですけど、今回僕が参考にさせてもらってるのは、鶏天発祥のお店、大分県は別府にある東洋軒さん、そちらのレシピを拝借しております。なので今回参考にさせてもらってるネット記事、そちらはね概要欄にバシッと記載しておきますので、今回は醤油味と塩味両方とも作っていこうと思いますので、まずは醤油味から。それでは今回の醤油ベースに使う調味料たちをせーの。こちらから濃い口醤油、酒、ザラメ、ニンニク、生姜、ごま油で、今回の分量がこちらから 150cc、150cc、大さじ1、適量で、多分このくらいの量でしたら、多分ニンニク1個、生姜ちっちゃいの1個、大さじ1くらいかな。じゃあこれらを全部混ぜ合わせて、あとはザラメを溶かすように混ぜ合わせれば醤油ベースの下味完成で、実際のところ東洋軒さんの詳しい分量とかは分からなかったので、家庭で似たような味にするってなったらこうなってくるのかなっていう僕のイメージです。これ、実物を食べたことがないので実際のところは分かりません。はい、次。では続きまして、塩ベースの調味液を合わせていきますので、そちらの材料たちをせーの。こちらから昆布だし、煮切ったみりん、お塩で、今回の分量がこちらから 300cc、30cc 小さじ1では、これらを全部ぶち込んで溶かし合わせて、これで完成と思わせて、大体どこのご家庭の冷凍庫には入っているであろう柚子ペースト、こちらを約 20g、 これを混ぜ合わせれば、はい、これで完成。そうです、今回は柚子香る塩だれでございます。で、東洋軒さんもこの柚子皮ペースト、こちらを使われてるみたいなんですけど、同じ商品かどうかは分かりませんけどね、結構この柚子皮ペースト香りもすごく強い分苦味もあったりしますので、あんまり入れすぎるとお子さんはきついのかなと思ったりもします。ちなみにこちらは Amazon で1000円ぐらいで買えます。というわけで2種類の下味が完成しましたので、次の工程へレッツゴー。それでは長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。毎度恒例三つ瀬鶏で、今回三つ瀬鶏の中でももも肉をチョイスしました。で、鶏天胸肉、もも肉問題があったりもするんですけど、うちのマネージャーがですね、大分にゆかりがあるということでちょっと聞いてみたんですけど、このももと胸、家庭の中でもお父さんは胸、お母さんはももみたいな、なんかそんな風に分かれるくらい、もうどっちでもいいみたいです。ただなんとなくイメージ的にご家庭で作るときは胸で、お店はももみたいな、なんかそんな感じのイメージっておっしゃってました。だからまあなんというか、本当どちらでもお好きな部位をっていう感じなんですかね。皆さんもお好きな方の部位を使われてください。でまずいつものごとくちょっと骨付きで購入しているので、パパッと骨外します。じゃあいつものごとく
骨の内側に1本ズバンとして開いて、骨と骨の間の関節を一発ズドンと外して、太もも側のお肉の上スー、これで観音開き。あとは骨をグリンと露呈させて、骨周りの筋断ち切って、グラングラになったところでこれを引っ張ると骨1本ゲット。続いて足首側、せーの、はい、骨叩き割って、でここに見えてるこの細い骨、これをピンと、あとは今弾いたこの骨を一緒に巻き込んで、ここまでいったらあとは筋を剥がすだけんで、ここもバイバイ。あとはここの膝軟骨を外せば、はい、終了。簡単ですね。じゃああとはちょっとした、ちょっと見えづらいですけど、この血の塊とか、あと骨の取り忘れというか破片というか、こういったものの最終チェックをして、これにて第一工程終了。でこちらが野源軟骨で、こちらが柄ですね。今回こちらの2つも使っていきます。じゃあ早速こちらを鶏天用にカットしていきたいんですけど、今回鶏天ですので皮剥いでいきます。で僕の皮の剥ぎ方なんですけど、まずサイドから指を入れて、このくらいまで剥がしてくるとところどころ激しくつながってるので、それを無理に剥がさずに包丁で助けてあげて、最後皮を外せば身がボロボロにならずに済むっていうやり方をしてます。はい、サイドから指入れて、で強い接着助けてあげて、皮持ち上げながらペッ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 、最後皮剥がせば、はい、完成。で今回のサイズ感はこの6分割でいこうかな。でその中でも特にここのペラペラのところ、ここはちょっと違う用途に使いたいので、ここはまた別で。じゃああとはこちらに、はい、漬けだれダバーで一緒に軟骨も、でもってたまたま冷蔵庫に余ってたせせりも、あとはこれらをよーくなじませて、あんまりしょっぱくなってもなぁと思うので、それな30分このまま漬け込んでいきます。であれ、こっちの柚子塩はってとこなんですけど、こちらはもうちょっと漬け込みたい。しっかりと柚子の香りを鶏肉の中までギューンとしたいので、そのために塩分も抑えめにしてあるので、はい、昨晩からもう仕込んでおります。こちらも鶏肉5枚分ですね。だから今回合計で鶏肉が10枚かな。んでこのタイミングでこちらの鶏皮&鶏ガラ&ペラペラな子、この子たちでお口の潤いを作っていきたいので、こちらの鶏皮と鶏ガラ、こちらでスープ取っていきます。じゃあまずこちらにお湯、表面の汚れやらそんなのをさっぱりさせて、じゃああとはここにお水、生姜スライス、ネギの青きところんでもって潰したニンニク、あとはこれをバッカバカ沸かすだけ。もう今回だいぶ鶏皮が多いので、なんていうかコラーゲンスープみたいな、そんなプルプルのスープに仕上がると思います。贅沢なスープですね。というわけで6時間7時間ほど経過いたしました。もう鶏皮自体もほとんど形をなさなくなってきましたね。ボロボロです。あとはこちらをこして、味付けはお塩のみ。これにてスープは完成ですので、ここから加えていく具材が先ほどの薄い子たちですね。食べやすいサイズ感にカットからの塩コショウで下味付けて、あとはここに片栗粉、これを全体にまんべんなく、はい、沸騰したお湯にぽちゃんで入れたら鍋底にくっつきやすいので、軽く底を取ってあげて、もうペラペラですぐ火が通るので、1分くらい経ったら
はい、氷水にじゃポン。あれですね、僕がたまに作る水晶鶏みたいなものですね。しっかりと冷えたらこちらをサルベージ。じゃあ、あとはこちらを器に盛り付けて熱々のスープを注げば完成。これなら火の通りも最小限で済むので、なおかつ片栗粉でもうトゥルントゥルンにコーティングしてあるのでパサつかないかなって思います。美味しくできたらいいね。はい、次というところでですね、もうだいぶ調理も佳境に近づいているんですけど、お野菜の仕込みと衣、この2つでもう終わりますので、もう少々お付き合いください。では残りの作業も張り切ってまいりましょう。今回のお野菜はすごくシンプルに2種類、赤ナスとレンコンで、こちらの赤ナス普通のおナスと比べて大ぶりなのと、皮は結構しっかりしてるんですけど、中はすっごくみずみずしくてジューシーなんですよ。最近僕がドハマりしているおナスですね。赤ナスの焼きナスめっちゃ美味しいですよ。じゃあまずはレンコン。じゃあまずは変色防止の酢水で、皮むいて、で端っこ落としの。じゃあ、あとは間髪入れず酢水へ。続いておナス。あとは余分な水分拭き取れば。はい、野菜盛り合わせ完成。じゃあここからいよいよ衣を合わせていくんですけど、詳しい分量がわからないので手探りでいきましょう。で、僕冒頭の方で本場だと小麦粉プラス卵のみってお伝えしたんですけど、多分厳密には小麦粉プラス片栗粉プラス卵とかそんな感じかなと思うんですよね。なので小麦粉、これを 300g で片栗粉、これを 100g、あとはここにちょうどいい感じの量の卵を。やったね、双子。はい、それだけです。じゃあまず卵10個。圧倒的お粉の優勢プラス5個。だいぶいい感じで、結構天ぷら衣ってダマが残るくらいに混ぜて、でこの小麦粉のグルテン発生させないようにこうサクッとふわっと仕上げるんですけど、これに関してはもう厳しいですね。すごく難しい。お水を使ってないから。で一応今回卵15個でだいたいこんな感じのとろみになりました。写真だとこんな感じだったんですよね。だいたいバッター液くらい、このくらいのとろみ加減で。で一応お野菜用に普通の天ぷら衣も用意しております。いつもの僕のレギュラーメンバーですね。でこちらメインの鶏肉の方も漬け込み液からも揚げてますので、レッツ盛り付け。はい、これで鶏天セットの出来上がりです。では実食編へ GO。 というわけで無事に完成しちゃいましたね。なんだかんだ作り直しとかも含めたら4日間くらいかかったかな。で今ここに載ってない例えばお野菜だったりとか天つゆとかかぼす酢醤油とか、こういったものはまたおいおい出てきます。じゃあならばいただきます。もうまさにカレー客水。効
キンキン。じゃあまず初手安定の、お口の潤い。じゃあもうお椀に水晶鶏もどきはもう入ってますので、ここに今回のスープダーバー、あとは仕上げにネギをピッと。いい香り。シンプル、そしてうまい。やっぱ鶏皮って偉大だね。ちょっと説明しづらいんですけど、ガラだけで取ったガラスープというより、ガラとかもみじとかなんかそういったもので取った、まるでなんかもう丸鶏のスープみたいな感じ。コラーゲンがすごい。口周りペタペタ。で続いて具。この段階で分かりますもんね、このプルプル感。待って、これめっちゃうまいんだが、令和に入ってからのお口の潤いの中で一番美味しいかもしれん。なんだったらこのスケールをこの大きさにして、白菜とかいろんなもの入れてもお鍋にしたいくらい。これ相当美味しい。じゃあこっから先はアラサー男子がただお汁をすするだけの動画になりますので、ちょっと早送り。お椀完食で、油はまだまだ時間かかりそうですね。なのでちょっと溶き飛ばし。せーの。よし、油もぬくもった。じゃあ早速揚げていきましょうか。じゃあまずはオーソドックスに醤油味から。あとはこれがカリッとなれば完成。というわけで無事揚げ終わり。揚げ物揚げるとき、こういう風にキッチンペーパーで壁を作ってあげると結構立てかけやすくなっておすすめです。一応かっこよく並べて、こんな感じの揚げ色です。結構写真で見たものと近いっちゃ近い。ただもうちょっと茶色というか黄金色になるまでしっかりと揚げられてたイメージかな。次もうちょっと揚げてみよう。じゃあまずはそのままで。いやこれ僕のこれまでの鶏天って何なんだろう。もう一口噛んだ瞬間から違う。まず衣、もちろんこんだけ卵を使ってあるんで一応想像はしてましたけど、はるか上を行きますね。なんだろう、スフレパンケーキでも食べてるのかと思うぐらいふわふわ。ほんと綿みたい。多分もうちょっと揚げてあげたら外側カリッと中はふわっとになるんでしょうね。ちょっと早かった感はあります。で、鶏肉の味付け自体は結構唐揚げに近いので、ベロの上は確かに唐揚げを感じるんですよ。ただ食感とかその辺がもう全くもって別物すぎて脳がびっくりする。鶏天ってこんな美味しかったんだ。揚げてるものはほぼ同じなのに衣が違うだけでこうも軽くなるんですね、鶏って。うまいなぁ。で、今の段階でもカリッとはしてるんですけど、唐揚げのバリバリバリっていうカリカリ感よりサクッというかシャクッというかパリパリぐらいのすごく軽くて小気味良いサクサク感。じゃあ続いてここにかぼすを絞って、大分を感じる。やっぱかぼすよう合いますね。で、今回30分ぐらいしか漬け込んでないですけど、塩分量的にはバッチリ。はい、これはもうビール不可避。やばいですよ、今回これ一瞬でなくなるぞ。でも待ってる時間がもったいないので、はい、第2陣いってらっしゃい。ちょっと温度低かった。初めはあんまり触らず、衣が安定してきたところで接着を剥がして、でもってつきすぎた衣も外して、あとはカリッときつね色に。
第一陣を食べながら。っていうことで第2陣揚げ終わりましたね。揚げ時間伸ばしてみた。で実際まだちょっと残ってるんですけど、せっかくなので揚げたてが食べたい。お味はかぼす酢醤油、揚げたてっぽいでからしを添えて、あ、うんめえ。やっぱこれだね、鶏天はね。からし醤油最高。ただなんていうかあれですね、結構しっかりと揚げてみましたけど、今回の僕の衣の作り方が悪かったのかわからないですけど、よく言うサックサクの天ぷらとか、あとカリッカリの唐揚げとか、そういったなんかクリスピーな感じには結構仕上がりにくいんですね。シャクシャクっとした柔らかいサクサク感と、この衣のふわふわ感、これを楽しむんでしょうね。翌揚げは翌揚げでまた美味しいですけど、僕は1回目の方が好きやったかな。しっかりと鶏肉にね水分が残って、でちなみにこちらがせせりですね。いやこれ絶対美味しいと思うんだ。ほらね、せせりの鶏天うま。なんとも言えない食感、モキモキ感というかね、たまんないですね。やべ、邪道かもしれませんけど、僕せせりの方が好きかもしらん。僕個人的にせせりが好き。じゃあ僕はここで一旦ちょっと腹ごしらえします。じゃあ今上がってる分で醤油味は最後になるんですけど、続いてが天つゆ。でもやっぱ薄口醤油で作ると綺麗ですね。ほんとお店の天つゆみたい。じゃあこのいい感じに上がってるところを天つゆにジャボンと。まあそりゃうまいよね。でやっぱ自家製天つゆ美味しいですね。天つゆ味の天ぷらじゃなくてちゃんと鶏天になってる。この甘さ控えめが好き。じゃあお次はここに、はい、大根おろしチャポン。ここにザバッとくぐらせて、ああもうたまんないね。もう大根おろしのある国に生まれてよかった。じゃあ続いて揚げていきますのが、今回僕がめっちゃ楽しみにしてる、はい、柚子塩味ですね。でもやっぱ衣に卵が多い分、やっぱ油へのダメージというかストレスが大きいですね。あっという間に黒くなっちゃう油が。この油は使い回せないかな。じゃあまずとりあえずはそのまんまで。熱っ。でもすごいっすよ。一口噛んだ瞬間に柚子がドゥーン。柚子の香りってこんな入るんだ。で今回正直塩分的には全然入れてないので、正直塩分的にはちょっと物足りないんですけど、ただもう香りの面で言うともう飽和。
これめちゃくちゃ美味しいな。これはもうお塩だけでいきたいかな。個人的にはご飯と食べる、もしくはビールに合わせるなら醤油ベース、日本酒に合わすならこっちかな。甲骨つけがだし。なんか逆に今のあんまり柚子の香りせんかったかも。あれかな、さっきの2つは結構柚子の皮のペーストがピタッとくっついてたんですかね。今のはほのかに香る程度だから、もうちょっとゆずゆずしたい方は 20g じゃなくて 30g とか入れてもいいかも。お好みによって。じゃあこの辺りで箸休めも兼ねてお野菜の天ぷら、ちょっと天ぷら衣も変えまして、ちょっと温度が高かった。だいぶ油が疲れてきてますね。大丈夫かな。ちょっと黒いですけど。はい、お野菜揚げ終わり。じゃあまずレンコン。うまっ。やっぱアク抜きしてる分隅々にさらしてるので香りはね抜けてますけども、やっぱこのレンコンの食感が最高ですよね。シャッキシャキの。そして僕の一番大好きな天ぷら、ナス。ナス最強。ナスやっぱうまいな。野菜最高。実は全人類大好きししとうの天ぷら。辛っ。久々に外れ引いた。うまい。やばい、ビールが終わった。っていうことで今回も焼酎、酔っ払わんごと水割りで。濃い。濃い。じゃあこちらでラストですね。よいしょ。すいません、多分こんなこと言うべきじゃないんでしょうけども、ちょっともうだいぶ油が黒ずんできまして、多分最初の方と見比べてもらったら結構差がわかるとは思うんですけど、もうここに関しては僕の油の管理不足なんですけど、多分これ以上この油を酷使してもちょっとかわいそうだなと思うので、あと限界ギリギリ1回揚げれる分だけにしたいなと思います。残りは明日の朝ごはんかな。
ところで揚げ終わりですね。いやー、よう頑張ってくれたよ。ではここからいつも通りのラストスパートですね。はい、てなわけでしてドン。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。いやー、なんと言いますか。まだまだ浅いところの知識ではありますけど、今回とり天を作ってみて、なんだかんだこの日本人の DNA に刻まれている味と言いますか。なんでも天ぷらにしたら大概美味しいっていう、そういった感じやと思うんです。でも、そこのベクトルとはまた違ったベクトルでのそのとり天としての美味しさを今日初めて知れたかなと思います。とり天の衣、マジふわふわですよ。めちゃくちゃ美味しい。というところかな。酔っ払ったねー。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。